時丸田中の Wednesday Morning。 皆さんおはようございます。時丸です。今日は7月30日水曜日、時刻は朝の6時を回りました。今日も東京のホワイトボックススタジオよりお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もねラジオです。ラジオの時間です。だらだらと喋っていきますので、作業用に聞いてください。もう1週間経ったね。またね、早いわ。本当に早い。7月ももう終わりですね。30日っていうことで、相変わらず暑いね。もうすごいわ。東京は本当にすごくて、35、6度。今日も気温が上がりそうです。私はちょっとね、今、長野から戻ってきたばかりでして、結構涼しいところにいました。そういう意味では。気温がまあ10度くらい差がね、あって、なので、余計に東京に着いてから改めてこの暑さというか、もうなんか熱風が吹いてるんだよね、外を歩くとね。熱風にやられながら、このホワイトボックスに閉じこもっています。ということでね、今日はね、いつも通りのメニューな感じなんですけど、まずは今週見た風景のコーナーからやっていきたいと思います。で、今週は先ほど話したように長野に行ってましたね。長野の木曽郡にある、村なんですけど、大滝村っていう村にね、行ってきました。で、4日間ぐらいかな、そこで過ごして、で、本当に気候は良くて、結構ね、暑かったですけど、やっぱり全然違いますね、東京の暑さとはね。で、夜は結構12、3度ぐらいまで下がるんで、もうエアコンなしで、眠れるくらいの気温です。なんかやっぱり夏の時期っていうのは結構異常で、最近東京の気温もどんどん上がってきてるんで、なんか本格的にその夏の時期はちょっと涼しい場所に行って過ごすみたいな、なんかそういうまたちょっと二拠点生活みたいなことをちょっと考え始めたりしてますね。で、前僕が二拠点やってた時は、千葉の方と、で、東京の都心部っていう感じだったので、基本的にはそんなに変わらなかったんですよ。千葉もさ、平地でそんなに気候的には変わらないので、ただ自然がやっぱり豊かだったり、静かだったり、あと海があったりとか、なんかそういう自然の近さみたいなのはあったんですけど、気候はそんなに変わらなかった。だからちょっと気候を変えるっていうのが、季節によってね、心地いいとこ、涼しいとこに移動するっていうのは結構、やっぱいいなと、改めて思いましたね。で、なんか台風がまた来てるんですよね。小笠原の方で発生して、台風何号でしょうか、これは。なんか来てるんですね。で、ちょっと今回私プロジェクトの撮影で、入ったので、一応山の方は、御嶽山の方ね、ちょっと行けたんですけど、完全に登り切ることはできなくて、で、ちょっと麓のね、それでもすごいちょっとハイキングコースみたいなとこを行くことができて、ものすごく山を楽しめたんですけどね。ただ個人的にもちょっとそろそろ登りたいなっていうか、ソロでね、登りたいなっていうのがあるんで、ただ台風が来てるんで、もうちょっとタイミング的には先になるかなと思ってます。なんかカメラに向かうのが結構久しぶりで、なんか久しぶり、なんか新しい感覚がするのと、でもやっぱりなんだろう、ずっと向かい合ってないとなんか喋れなくなるような雰囲気がありますね。一週間ぐらいその撮影のタイミング空いちゃってるんですけど、動画は投稿してましたけど、なんとなくこれまで取りためてたようなものをね、少し出してたんですけど、僕そんなに取りためるってことないんですけど、ただやっぱり旅行に行くときなんかは、ちょっとある程度、間隔あんまり開けたくないんで、撮ったりしてるんですけど、やっぱりなんか、それで思い出したのが、昔その写真の仕事をしてた時に、そのファッション写真の僕の先輩が、やっぱファッションっていうのは、ずっと撮ってないと撮れなくなるっていう話をずっとしてたんですよね。
なんかそれを思い出しましたね。なんかこうまあ YouTube っていうのも、撮ってないと撮れなくなるっていう。うん、なんかそんな感じがしました。今。まあ、写真だけじゃなくていろんな物事もそうだと思うんですけど、まあ、その写真に関して言えば、やっぱりその先輩っていうか、レジェンドの方なんですけど、その人が言ってたのは、やっぱりそのファッション写真っていうのは、もちろんその写真を撮るだけではなくて、そのファッションに対する知識とか、感覚とか、その捉え方とか、今流行ってるものとか流行とか、そういうものを常に追い続けなければならないので、それを知っていなければ、そのいい写真っていうのは撮れないんで、やっぱりそれを一度やめてしまうと、ファッションには戻れないっていうか、だから撮り続けなければいけないっていうことで、ずっとエディトリアルをね、やってたんですけどね、先輩はね。うん。今も一流のというか、トップの写真家ですけど。なんかその言葉を思い出しましたね。なんか一回休むと撮れなくなる。一回やめると、なんかそのブランクが空くと、次に取り掛かるときにものすごくハードルが上がったりとか、するなっていうね。なんか今結構自分はこう久々に向き合ってる感じですね。で、感覚をつかめないまま、このラジオは終わるんでしょうけど、今日の一曲参りましょう。ヒデ with Spread Beaver で Rocket Dive。はい、聞いていただきました。ヒデ with Spread Beaver Rocket Dive。ね。これは年代的にはいつだろう、1990年代だと思うんですけど、このアルバムは2002年にユニバーサルミュージックから出てるんですよね。で、これ私が多分一番最初に、エレキギターでコピーした曲ですね。その前にそのアコースティックみたいなところはやっていたんですけど、初めてエレキギターでコピーした曲、ヒデ with Spread Beaver の、ヒデですよね、いわゆるね。ロケットダイブ。同じ世代の人はもうね、わかるんじゃないですか、この感覚は。やっぱりこう、日本で、なんか、ロックミュージックやるってなると、なんかそういうところから、みんな影響を受けてると思うんですけど、年代的には12歳とか13歳ぐらいだったと思うんですけどね。で、この曲って指一本で弾けるんですよ。だから多分結構コピーみんなしやすいというか、やりやすい曲なんですけどね。ただチューニングがその代わり特殊で、6弦が、ドロップ D チューニングっていう、ちょっと音程を下げてやるんですよ。多分1音下げだったかな。1音でドロップ D。普通6弦って E の音なんですけど、それを D に変えて、そうすると、なんて言うんだろう、正波っていうか、その指をね、指一本でこう、イントロから弾けるっていう。だから簡単だからやりやすいんだけど、でも結構ギターソロが入ってたりとか、なんとなくそのリズム感とかそのバッキングみたいなものっていうのは結構難しくて、なんかそういうこうトレーニングになったなというかね、最初の取り掛かりの感じがしますね。あまり朝にはふさわしくないですけど、なんかね、また一周回って、ちょっとなんか今の最近の時代に合ってきてるなっていうか、なんかそういう感じがします、不思議と。大体同じ毎日、それでそれなり OK みたいな感じの。なんか90年代の雰囲気をものすごく出てる曲だと思っていたんですよね。で、2000年代に入って、ちょっとそういう気分がなくなったなっていうか、いろんなこうね、事件とか、なんかこう歴史がどんどん変わっていく中で、でもなんかもう一度そのなんか90年代の雰囲気っていうのがまたここに来て、2025年に来て、なんかちょっと出てきてるんじゃないかなっていうね。音楽的にとかっていう意味ではなくて、ちょっと表現しがたいですけど、なんか全体的なその世界の流れみたいなものが、バブル崩壊からのじゃないですけどね。あんまり朝っぽくない曲ですけど、ぜひ聴いてみてください。はい。ということで、次はね、本日のヨガスートラのコーナーです。パタンジャリのヨガスートラ、スワミ・サッチダーナンダさんが書いているヨガインテグラルより、私がランダムに開いたページで、その一節を読み解くっていう風なコーナーです。今日はこちら行きます。ババン。でね、またね、ちょっと半端なとこ来たな。ちょっとね、何も説がないようなとこなんで、説があるとこに1ページ戻ります。220ページ。
いきます。37節。アスティーアに徹した者のところにはあらゆる富が集まる。これです。もうこれしか書いてない。アスティーアに徹した者のところにはあらゆる富が集まる。で、アスティーアというのは、盗みをしないっていうことです。で、8子則の中に山2山とあって、一番最初の中山というのは、禁止事項ですね。やってはいけないことです。で、2山というのは奨励事項、守るべき事柄、やった方がいいですよってことを書いています。で、今回のさっきの文章は山の中にあるアスティーアというね、盗まないということを書いている文章ですね。だから盗まない、アスティアに徹した者のところにはあらゆる富が集まってくると。で、その後にスワミさんの解説が書いてるんですけど、もし世界一の富豪になりたかったら、これが非常に簡単な方法だ。株の売り買いに頭を突っ込む必要もないし、働きに行く必要もない。ただ、アスティアを実行するだけ。我々はすべて盗人である。知ってか知らずか、我々は自然から盗んでいる。一瞬一瞬、一息ごとに我々は自然からかすめ取っている。誰の空気を我々は吸っているのか。自然のである。だからといって息をするのをやめて死ねと言っているのではない。その代わり、一息一息を経験に受け取り、それを他者に奉仕するために使うのだ。そうすれば我々は盗んでいることにはならない。それを受け取っておきながら何も返さないならば我々は盗人である。我々は貪欲だから盗む。我々は少しを行って多くを得たい。会社へ行って少しだけ椅子に座って私的な約束をするために一日中電話を使う。倉庫から会社の備品を無断で持ち出しておいて、週末にはちゃんと給料小切手を受け取る。彼らはそのお金を盗んでいないか、あるいは我々は他人の考えを盗んでいないか。そんな感じで続くんですけど、すごいね、これもね。盗まない、アスティアに徹した者のところには富が集まってくると。世界一の富豪になりたかったら、なるのは簡単だって言ってますね。これも面白いね、なんかね。考え方がね。株の売り買いとかする必要もないし、働きに行く必要もないと。ただ、アスティアを実行するだけだって。で、その盗むっていうのは、その単純にその人のものを盗むっていうだけではなくて、時間とか、で、その自然から空気を盗んでいるとかね、これも書いてますけど。だからなんか、いわゆるその、持っているものにやっぱり満足する必要があるっていうことを逆説的に言ってると思うんですよね。だからそうすることによって、その盗みとか、貪欲とか全く無縁で静かな心を保ち続けて、いるのであれば、すべての富が我々のもとにやってくると。あとが独り占めをしないとか、そういうことも書かれていたりとか、時間が大事っていうところもね、そういう文脈もありますね、これね。だから盗みっていうのは、絶対、普通にやっちゃいけないことなんですけど、無意識のうちに、そのいろんなことをね、技術を盗むとかね、いろんなそういう言い方もあったりとか。だからいい部分ももちろんあるとは思うんですけど、そのなんか自分がその成長していくために、誰かからいろんなね、知識とか、技術とかを盗んで、体得していくみたいなところはあると思うんですけど、なんかやっぱり人の時間を奪わないとかね、なんかそういう、あと自然から盗みすぎないっていうか、それは有限なね、地球上にある有限な資源を大切に扱うっていうことでもあるだろうし、だからそういう多分小さな行いを積み重ねていくことがいけば必ず、富が集まってくるんですよっていうね、なんかそういう感じだと思いますね。で、この部分はね、結構ね、長く説明されてるんですよ。それが結構面白くて。なんかいろんな、その政府のこととか書いていたりとか、結構エピソードもりもりで、なんかね、3、4ページぐらいね、このね、スワミさん、このアスティアに関して書いてますね。なんでもっとね、詳しく知りたい方はね、ぜひ、本編もね、チェックしてみてください。ラジオだと長くなりすぎるんで、このくらいにしたいと思います。時丸田中のモーニングレディオ、ウェンズデーモーニング、毎週水曜日朝6時より放送しています。で、
お便りをね、募集しています。常に。で、概要欄に貼ってますので、そちらからご応募ください。で、今週のお便りを読み上げていきたいと思います。今週もお送りいただきありがとうございます。ラジオネーム鈴名さん。時丸さん、こんにちは。恥ずかしながらミニマリズムゲーム3週目にしてリタイアの報告をすることになってしまいました。先日の3連休で大々的に片付けに取り組んだのですが、個数的には15日の分まででギブアップした形です。それでもちょうど半月で、計120個のものを減らすことができ、収納アイテム自体、ボックスやケースなどをいくつか手放せたおかげで、減らしたものの数以上に部屋がスッキリしました。また、残したものの収納も見直し、今までよりもジャンルごとにまとめて配置するようにしたため、自分が何を所有しているのかがわかりやすくなりました。すべての所有物を改めて目の当たりにしたことで、私は生活の中でこの部分を重要視していたんだなと無意識だった部分の生活のあり方が明確になったように感じています。ミニマリズムゲームを1ヶ月間最後までやり遂げることはできませんでしたが、これからも数はカウントせずとも、物の見直しは続けていこうと思います。ってことで。はい。ということで、素晴らしいですね。3週目にしてリタイアの報告。15日分までやったと。それで120個。120個って結構な数ですよね。120個減らすっていうのはね。で、収納アイテム自体をね、物だけじゃなくて、収納アイテム自体を手放したおかげで、見た目以上にも、すっきりすることができたと。これは失敗ではなくてもう成功じゃないですかね。ここまで減らせるとね。でしかもその減らした後の気づきみたいなものも共有してくれていて、所有物含めてやっぱりその生活の中のこの部分、どういう部分を自分が重視していたのかってことに気づけたと。なんかね、やっぱその自分で気づくってのが大事なんですよね。捨てるのは簡単なんですけど、人によって本当にその必要なものとかって違うので、やっぱりそれはそのいくらそのミニマリストの人たちとかが、これはいらないでしょうとか、これは手放した方がいいもの、何千みたいなことやっててもね、それが全ての人に当てはまるってわけじゃないんですよ。だからそれだけが、だから減らすことだけがミニマリズムじゃないっていうふうに私はもう常々考えてますし、言ってますけど、だからその自分にとって必要なものを見極めるっていうことに本質があると。それによって、それに集中することによって、全体的なコストを削減できたりとか、本当に不要なものをなくすことで自分がやりたいこととか、楽しみたいことにフォーカスできるようになるっていうことなので、そこまでいけてるっていうのは、すごいですし、この鈴名さんが。で、実際にこのゲームをやったね、十分な結果なんじゃないかっていうか、十分な成果なんじゃないかなと思いますね。報告していただきありがとうございます。続いて、ラジオネーム、中野さん。時丸さんはじめまして。突然ですが、時丸さんはスマホの画面何色で見てますか？実は私1ヶ月前からスマホの画面を白黒にしてるんです。設定をグレースケールにするだけなんですが、これが効果絶大でして。もともとかなりのスマホ依存だったんですが、画面が白黒になった途端、あれほど夢中になっていたスマホへの興味が不思議と薄れてきました。美味しそうだった料理の動画を見てもお腹は鳴らず、刺激的な動画が流れてもふーんという感じです。時丸さんの姿も私のスマホの中では白黒です。スマホつい見すぎちゃうなという方は本当におすすめなので、ぜひ試してみてくださいということで、自分のね、体験をありがとうございます。共有していただき。これね、よくあるテクニックですね。はい。白黒でやるっていうのはね、グレースケールを使うっていう。で、僕が、あれ多分去年だったと思うんですけど、ダムフォンっていうね、アメリカのミニマルな、スマホを紹介してますけど、あれみたいな感じで、もともとグレースケールっていうか、グレースケールが効果あるし、もっと言えば機能を制限するっていうことが、スマホの使用の頻度を下げるっていうことは、これはもう科学的に割と証明されていることですね。で、やっぱりアプリケーションの色とか、あと音とか、そういうものが全てアプリデザイン、設計として報酬系に関わるようなプログラミングがされているので、やっぱりね、そこを少なくするっていうことは、効果はかなり高いと思います。
で、僕はですね、何色で見てるかってことなんですけど、普通に何も変えずに見てます。それは自分がコンテンツクリエイターでもあるっていうこと。ミニマリストでもありながらクリエイターでもあるんで、色は必須ですね。自分にとっては。むしろその写真とか動画の色とか、そういうものを楽しんでいるところがあるんで、普通にカラーで見ています。だから僕はコンテンツをカラーで消費するんですけど、そもそものそのアプリケーションの使用とか、時間をうまく制限しているっていう風な感じで、デジタルデトックスみたいなことをやっています。で、例えば寝る前の1時間とか2時間とかもう触らないとか、朝起きてすぐは触らないとか、で、アプリもほとんど入れないとか、で、YouTube のアプリすらも入ってないですし、僕は。だから全部ブラウザで見るようにしていて、で、基本的にその冒険に出ている時なんかだけですね。インスタグラムをダウンロードして、ちょっとストーリーに上げるみたいな感じ。それ以外はインスタグラムのアプリさえもスマホから消しているという。そんな感じです。なんでそれに多分、色をグレースケールにすることを加えると、よりね、効果が出そうな気はしますね。病的に使ってしまうっていう人にはね、これは結構効果的でおすすめなのかなとは思いますね。ご報告ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、秋の空さん。おはようございます。時丸さんの動画の影響で、先日ソロで筑波山に行ってまいりました。登山ではなく、筑波駅からバスに乗って、ロープウェイに乗ってですが、東京の私の住んでいるところではセミの声もせず、鳥はカラスと鳩くらいのものです。筑波の山の展望デッキではセミがうるさいくらい鳴いていて、鳥のさえずりが聞こえてきて大変良かったです。山は迫力がありますね。山ハマりそうですってことで。いいですよね、筑波山ね。僕も一回だけですけど登りましたね。意外と、ただロープウェイでは行ってないので、ロープウェイも多分面白いとは思うんですけど、あの山はね、なんかこう表情が結構、行きのルートと帰りのルートで変わるんですよね。で、僕はその岩場のなんか急登みたいなところが帰りになるタイプで、登って降りて行ったんですけど、なんか展望も結構開けてて、で、山頂もなんかそのクラシックな感じの建物があったりとか、で、その筑波の街並みというのかな、なんかこう、平地がドーンと見渡せて、なんか景色もいいし、で、確かに東京は住んでる場所によっては、そのセミの鳴き声とか聞こえないところもありますけど、割とね、公園とかでうるさいところはうるさいですね。意外と聞こえたりしますね。だいぶこの時期暑かったとは思いますけど、良かったです。山の魅力に気づいていただき。で、東京に住んでいるということで、東京も結構いい山たくさんあるんで、ぜひね、近場登ってみてください。はい、ご報告ありがとうございます。続いてコメント読み上げコーナー。イェーイ。皆さんからいただいたコメントを読み上げるコーナーです。1週間分のね、コメントです。で、そんなに多分、先週そんなに動画上げなかったですよね。なんで、ちょっとそんなないとは思うんですけど、あれか、前回のラジオからです。で、タイトルは狭い部屋で暮らす難しさっていう風にしたんですけど、そちらのコメントを読み上げていきたいと思います。アメイジングさん。結婚してすぐ子供3人に恵まれる予定で、庭付き中古の一軒家を買いました。当時夫婦26歳くらいです。不妊治療しても恵まれず、結婚10年目でやっと授かったと思ったら流産。その後すぐ病院で卵巣と子宮全摘出をしました。一軒家だし、部屋数も多くて、二人で住むには十分満足な家でしたが、今後子供を授かることは絶対にできないのに、残り30年のローンと、毎年の都市計画税、固定資産税、リフォームなどの修繕費を死ぬまで払っていくのが嫌になり売却しました。現在38歳。今は2年ごとにいろんな場所に住んで、時にはホテルのサブスクなんかも利用して、自分たちの知らない場所に住みながら、新しい環境を楽しんでいます。人生の軌道修正をしてよかったですということで、ご自身のね、ちょっと貴重なエピソードをね、共有していただきありがとうございました。ね、やっぱりでもこういうパターンというか、こういう方々多分多いと思うんですよね。で、結婚してすぐ、子供が生まれてからね、家買うとか、子供のために家を買ってっていう方多分多くて、で、それで、でもやっぱりいろんなことが本当にありますから、これは
本当にこうわからないことが多すぎるというか、ただまあそういうこういろんな要素を心配していたら、まあ家を買えないというかね、まあ買い物ってできなかったりはすると思うんですけど、でもこの方がやっぱりその途中でそういうことに気づいて、で、まあ30年のね、ローンとか、まあそういうこう修繕費とか固定資産税とか、そういうものをこう手放してね。で、今はその2年ごとにいろんな場所に住みながら、こう暮らしている。まあそういうライフスタイルにして、幸せな生活をしているっていうね。なんかすごいいいですね。やっぱりこうそれができない人もいますからね。できずに、まあ知らずにね、そういうこう情報を知らずにずるずると、暮らしていって、まあ気づけば何十年も経っていたみたいなこともありますから、なんか本当にまあ僕もいろいろ最近思いますけど、時間が経つのが早いし、自分がやっていることがね、正しいかどうかもわからないまま人の人生って結構進んでいくんですよね。やっぱりまあ、だからこそその生活をして、生活の中でちゃんと自分のやりたいこととか、向かっている方向っていうのを見つめる時間をやっぱり取るのが大事だなって思いました。まあ私も田舎の方に高齢のね、両親がね、いるんですけど、やっぱりまあ本当にこう、どんどんこう体力もね、弱っていくし、落ちていくし。でもまあそれにこう抗うことはできないので、やっぱりこう、ちゃんと時間を使って向き合いながら、その都度その都度で正しい選択を自分でやっていく。自分たちでやっていく。まあ最善な判断を常々こうしていくみたいな。なんかそういうことだと思います。まあ適当にやらないっていうかね、ちゃんとこう決めて、やっていけば必ずね、いい方向に軌道修正できるかなって思いますね。すごいご自身の、貴重なね、経験を本当に共有していただき、ありがとうございます。はやてさん。ついにルナサンダルデビューしました。今までアルトラのシューズでベアフット生活を数年過ごしてきたので、ルナはいらないかなと思っていましたが、大変後悔しています。なぜ早く買わなかったのか、と足と一体になっていく感じが全く違います。シューズは重さやアッパーの物質感というか、履物感が強すぎる。一体感という意味ではルナは次元が違いました。僕も今年のベストバイにノミネートしそうですってことで。いや、ほんといいよね。本当にね、なんだろうね、あの一体感は。まあ、もうこれ何回もこの話してますけど、ルナサンダルは、やっぱいいです。すごい調子いいです。メンテナンスも楽なのがいいね。ガンガン汚して、で、ただまあささっと水道で足流せば、それで綺麗になるんで、メンテナンスも簡単だし、どんどん履き心地が良くなっていくと。まあ何歩だったかな。歩数というか、まあキロ数で、だいたい1000キロとかって言ってたかな。だいたいある程度の距離歩いたら、もう、こう、ストラップの部分というか、こう後ろのソールの部分にダメージが来たりとかするタイミングがあるらしいんですけど。なんで僕もまあ、擦り切れるまでね、履きたいと思ってますね。ゆうのさん。最近ショート動画を配信するようになったなと思ってました。語られていたようにショート動画は否定的なのかなと思ったので意外でした。何か理由はありますかってことで。理由はね、特にないっすね。なんかまあ自分の気分的に作ってみようかなって思ったのと、まあただ楽しいからやってるって感じです。そう、なんかまあ昔は結構最初僕ショートから入ってるんで、なんかショートから入ってるんですよね、僕ね。動画の作り方が、実は。で結構昔のこのチャンネルで遡って見てもらうとわかると思うんですけど、なんかああいう自分で映像も撮って音楽も作って、で、その音楽をその自分の動画に当てて、なんか本当に15秒とか30秒とかのムービーを昔よく作ってたんですよ。まあ昔って言ってもまあ5年前とか5、6年前ですけどね。だからそれまではまあずっと写真をやってて、まあその写真的な映像っていうのをなんか作り始めて、で、それがまあそのショートの映像シリーズだったんですけど、なんかそういうのを作ってて、で、まあ一時期もうやめて、なんかもうやっぱ横型の動画がいいなってことで、そういう動画を作ってたんですけど、まあ最近はその、まあ、YouTube のアルゴリズムの問題とかもあって、やっぱそのショートを保持するっていうか、ショートを作っていくチャンネルが求められるようになってるんですよね、プラットフォームから。だからまあそこにまあ乗りたくないっていうのはまあ、あるっちゃあるんですけど、まあショートにはショートの良さがあるっていうか、まあそう思ってるのと、まあただまあ自分はもう TikTok とかもやらないし、
で、インスタグラムのショートとかもほとんど見ないので、で、YouTube のショートもほとんど見ることはないかな。まあ、たまになんか気になったの見たりしますけど、まあ、ちょっと今後はどういう風にやっていくかわかんないですけど、まあ、なんか気が向いたら作ろうかなと思っています。坂の上の田村丸さん、私の父は毎日職場まで片道10キロ歩いています。友人からはお前の父ちゃん足軽と言われてます。すごいね。片道10キロはすごいわ。いや、絶対これ健康でしょ。うん。片道10キロってことで帰りも歩いてんのかな。じゃあ20キロ歩いてるってことか、毎日。いや、すごいわ。お前の父ちゃん足軽ってね。なんか、けなしてるのか褒めてるのかわかんないよね。なんかすごいなんか言われたら嬉しい気もするけどね、なんかね。うん。時丸さんの、物がなくなると、とりあえず喋りまくるが残るスタンスが好き。たびたび癒されに来てます。時丸さんの声と語りにありがとう感謝ってことで。私も感謝です。ララさん、ありがとうございます。そう、物がなくなるとね、もう喋りまくることが残るっていうね。うん、本当にこれです。なんかもう、なくなって喋るしかなくなってるっていうことですよ。ただやっぱ喋りさえも、喋りすぎるとやっぱ自分の中で面倒になることがあって、だからそのバランスは結構取るようにしてますね。ただ自分の生活というのが、ほとんどやっぱりヨガをやってたりとか、一人で、歩いたりハイキングしたりとかっていうことをやってるんで、人と話す機会がほとんどないんですよね。うん。だから、喋ってると。でもこれも結局皆さんに語りかけてますけども、なんかほら、誰もこの時点ではインタラクティブではないので、うん。やっぱりなんか、完全に一人で全問答をしているというか、なんかそんな感じで、本当はそんなに良くないと思う。精神的にはっていうか、心身的には。やっぱり実際に人と会ってコミュニケーションを取るって方法が絶対健康っていうかライフスタイル的には多分いいと思うんですけど、僕はもう頭おかしくなっちゃってるんでね、この何もない部屋で語り続けているっていうわけです。続いて、収入が激減するときにまずやった3つのことという動画ですね。そのコメントです。ケイティさん。今日も一日お疲れ様です。固定費の見直しって大事ですよね。自分も今年スマホ代を10年、お世話になったマイネオから楽天モバイルに乗り換え、何としても毎月 3ギガ以下に抑えるというゲームをしています。デジタルデトックス、使える時間の増加、コストの低下と一石三鳥で楽しいですということで、ありがとうございます。いいね。確かにこのゲーム性を持たせるっていうのはね、いいですよね。3ギガ以下にすると安くなるから、それをね、自分で抑えて、そうするとデジタルデトックスもできるし、それによってスマホを触らないから使える時間も増えるし、で、かつ通信費も安くなるって。確かに一石三鳥だ。でも本当に固定費の削減は大事です。マジで大事です。で、僕も音楽割と好きだったりするし、するんでApple Music とかね、結構、契約してますけど、この間びっくりしたのが、自分は結構昔、ものすごくたくさん CD を持ってて、でやっぱりCD 音源でしか保有してないというか保持してない音楽ってあるんですよ。で、それはやっぱりインディー系のバンドだったりとか、友達がミックスしてくれた曲だったりとか、だからそういうものって、サブスクにはないんですよね。ただ、iTunes にそれを入れると、今 Apple Music がもうサブスク前提になってるから、結構ライブラリがね、シンクせずにおかしなことになって、一瞬自分が持ってた音源が全て消えてたってことがあって、で、結局アプリをインストールし直したら治ったんですけど、戻ったんですけど、最近あまりにも世界がやっぱサブスクベースに行き過ぎていて、で、昔はさ、いくらデジタル化した音楽であっても、自分のハードディスクとか、PC に保存しておくと、データがあるっていう状態が多分普通だったじゃないですか。MP3 とかね、をね、一つ一つファイルっていうか音楽ファイルを持っているっていうのが普通だったと思うんですけど、それが今サブスク全盛になって、で、かつApple とかDRM とかっていういわゆる著作権のシステムを導入してるんで、それがサブスクを契約してないとリンクが切れて、音楽が聴けなくなるっていうね、自分が買ったもののはずなのに聴けなくなるっていう現象が起こるんですよ。そういうのがね、本当にめんどくさいし、やっぱどんどん世界ってそっちの方向に行ってるなっていうか、ほら、この間、
パスワードの話もしましたけど、パスワード断捨離のね。どんどんやっぱりそういうふうに世界が複雑になって、めんどくさい方向に行ってるなと改めて思いましたね。このサブスクの件でね。だからなんかこの Apple Music が鬼門というか、だから僕もまあその Apple Music ももう解約というかやめようかなみたいな、やめたいなっていう気持ちがどんどん出てきていて、まあ結構やめたりしてるんですけど、途中で。でもやっぱりその自分が持ってるものの扱いをどうするのかっていうね。まあローカルに保存しておけばいいんでしょうけど、そこも結構難しいんですよ。iPhone にしかそのデータがなかったらそれを移せないとか、なんか他のサードパーティー製のアプリ使わないと iPhone に入ってる音楽データをサルベージできないっていうのがあったりして、結構鬼門です、これは。音楽も。音楽データ、ファイルも。まあ、もしかしたら、今日明日以降の今週1週間のちょっとテーマに自分の中でなるかもしれないです。その自分の持ってる音楽ライブラリの整理。音楽ライブラリ断捨離じゃないけど、なんかそういうのがまあ今週ちょっとテーマになるかもしれないですね。動画の最後におっしゃったチャウダウンを AI で検索したところ、たらふく食べるという意味でした。お昼前の撮影だったのかしら。今日も勉強になりましたってことでね、チャオさん。そうね、お昼前だったかもね。で、そのチャウダウンっていうのは僕はライオンキングから来てます、これは。ライオンキングから来てます。ライオンキングのハイエナがさ、コシンバを追い詰めるときに、お前を食ってやろうか、チャウダウンっていう、そのチャウダウン、多分曲名だったと思うんですけど、曲にチャウダウンって曲があるんですよ。なんか自然と出ちゃったね。チャオチャオって終わって、なんかもうそれで帰ろうかなって、もう帰るって変だけど、もう終わりにしようかなと思ったら、自分の口からチャウダウンっていうのが出てきた。なんかすごいなんか、びっくりした自分でも。多分自分の中のそのライオンキング魂が呼び起こされたんだろうね、多分ね。ハイエナ魂っていうのかな。でもこれよく調べたね。これよく調べたわ。まあ僕もまあその歌をね知ってたから、なんとなくの意味は知ってたけど、もう調べたことはなかった。実際そのチャウダウンっていうのはね。ナイス検索力。I came to the same conclusions and adopted the same lifestyle 3 years ago. Greetings from Italy. ってことで、ザリーさん。ザジさん。ありがとうございます。3年前に同じ結論に達して同じライフスタイルを採用しましたと。イタリアからですね。イタリアから聞いてくれてます。ありがとうございます。まあライフスタイルっていうのは多分まあ全体的にそのまあミニマリズムのライフスタイルっていうのを指すんだと思いますけど。しかもイタリアってまあ本場のチャオチャオの国から聞いていただいて本当に嬉しいですね、これね。ありがとうございます。はい、続いて持ち物66個のパッキング動画ですね。ようやく作りました。まあ、年に1回ぐらい作っていて、で、去年が55個だったんですけど、今年10個増えて、で、ハイキング系のアイテムが増えて今66個になってます。で、このまあバックパックに詰めています。で、まあ見たかったってね、ようやく来たみたいに言ってくださってね、皆さんありがとうございます。見ていただいて。なんかね、まさか自分でもその3回っていうか3年連続やってるとは思ってなくて、3年目になるんだっていうか、なんか大体さ、その物を数えたりとかっていうフェーズって、まあミニマリズムの一番最初の段階に来るんで、まあ一回ね、物を減らしたら、それでみんなもう大体飽きるんですよ。で、大体終わることなんですよ。普通の人は。普通の人はっていうか、何度もさ、その持ち物紹介とかしても面白くないでしょ。で自分の場合は多分、そういうものがその根っから好きなんでしょうね。なんかそのギアとか、物をその俯瞰してみて数えてみてとか、なんかバッグに詰めてみてとか、ワンライフで生きることとか、そういうのが多分根っこから好きなんでしょうね、なんかね。まあそこから結局そのミニマリズムによる恩恵みたいなもの、本質みたいなものがあるにはあるんですけど、やっぱりその表面的ななんか少ないもので暮らすっていうことが、なんかそこにやっぱりずっと惹かれてるようなところがあるのかなってね、なんか思いますね。自分がまあこれだけ続けてるってことは、まあだいぶまあそろそろ飽きてきてるところはあるけど、まあ今でもやっぱりその海外のね、少ない人の持ち物紹介とか見るの好きだし、なんかこういうアイデアあったかとか、なんかこういうもの使ってんだみたいなのって本当に人によって違うので、そのなんか驚きみたいな、
発見みたいなものをするのが結構楽しいですね。うん。だからまあ根っからのミニマリストというかね、そんな感じなのかもしれないですね。リクエストなんですが、ランニング初心者へのアドバイスなど、ランニング関係のお話、動画を見てみたいですと。20代のうちにやっておくべきことをよく聞き直してますってことで。モーニングフールさん、ありがとうございます。ランニングね。なんか、ランニング、初心者にアドバイスできるほど僕そんなにそのランニングフリークというか、ランニング自体のプロフェッショナルではないですからね。だからフォームとかもなんか自分で自己流に編み出して走る中で生み出してきたものだし、その今ベアフットランとかも、もちろんそのいろんな文献読んだりとか、その動画見て研究したりはしましたけど、でも別にそのなんかコーチについてちゃんとその力学的に、運動力学的にこう勉強したってことはないんで、だからなんかそれでなんかその専門の動画を作るっていうのが結構抵抗はあるんですよね。でもなんか、そんなに専門的じゃなくても、自分のそのランニングの始めた経緯とか、パラパラとは話してますけど、ちょっとそういう動画作ってみてもいいかなとは思いますけど、一つなんかそのアドバイスっぽいことを言うなら、やっぱりその心肺機能とか、あとはその毛細血管の広がりとかっていうのは、その継続によって、反復によってしか成長できないんで、とにかく続けることですかね、これね。短い距離からでもいいし、もちろんその疲れたら休まなきゃいけないけど、僕はその始めた頃は結構な頻度で走ってたんですよ。もう毎日ぐらい走って、で、それを2週間とか3週間とかやって、もちろん週に1、2回は休んでましたけど、で、そこでその自分のリズムというか、慣れをまず自分の中に生み出したんですよね。で、そこからはもう楽になって、走るのも楽になるし、で、今度楽しいってフェーズが来るんですよ。で、そのストレス解消の感覚とか、なんかそのランニングの効果みたいなものが実感できてくると、あとはもう自然と走るようになります。普通に生活していると、なんかその運動不足だなとか、なんか気持ち悪いなとか、なんか心晴れないなみたいな時に、もう走ればいいんだっていうことに気づくんで、そうなってきたらもう本当に楽で。そうなってきたら、それからその自分のやっぱりフォームとか走り方とか、もしそのレースとかに出るんだったら、そのね、どういうシューズにして、どういうレースに出て、みたいなことをね、あとペースを考えたりとか、いろんな要素が出てくると思うんですけど、僕はね、もうそこまで深くやってないんですよね。ただもう楽しいから、で、人間になりたいからっていうか、人間的に、生きたいから、走るっていう。もちろんそれに対する科学的なエビデンスみたいなものはちゃんと裏付けみたいなものは勉強して知識入れてますけど、例えばもう脳機能とかね、脳みそっていうのは運動すること、特に走ることによってしか成長しないとか、なんかそういうものはありますけどね。あとはその普通の道を走るよりかはトレイルみたいなところを走った方がもう情報量が圧倒的に違うんで、その自然の感覚とか野生の感覚を取り戻すことができるとか、なんかそういうのはね、いくらでも本で読めますけど、やっぱり自分で実際に走るっていうこと、それによって始まるんじゃないかなと、思いますね。別に速くなくていいんですよ。だから自分のペースで、ゆっくりやってみてください。折りたたみヨガマットは持ち運びしやすいかもしれないですね。ってことでね、クリリンさんね。折りたたみヨガマットはね、僕ダメなんですよ。やってるヨガがアシュタンガっていうところもあるんですけど、折りたたみマット持っていくぐらいなら、僕はマット持っていかないんですよね。なぜなら、外のホテルとかっていうのはバスタオルとかあるし、意外とフロアクッションのところ多いんで、マットなしでもできるからです。だから僕がヨガマットを持っていくときはもう2週間以上とか割とその長期滞在するような時ですかね。で、だからその時はこれを持っていけば全然、これ2キロぐらいかな。だいたい重さ2キロぐらいなんで、しかも、これで普通のプロを選んでないっていうのがポイントで、これプロライトっていうのちょっと軽いモデルなんですよね。その持ち運びとのバランスが非常に取れてるんで、これを使っていて。でも、その本格的なヨガっていうか、ちゃんともうしっかりみっちりアシュタンガを1時間ぐらい練習できるようなポテンシャル、耐久性あるっていう感じです。そう、だからいろいろ僕も考えて、もちろんその折りたたみっていう選択もあるんですけど、折りたたみを買ってしまうと、これを捨てなきゃいけないんで。ワンカテゴリーワンアイテムの理論でね。そうなると、折りたたみマットで毎日の練習はしたくないんですよね。やっぱりそれは毎日の練習を快適にしたいからっていうのがあるからです。もう布団と一緒。マットレスっていうか、自分の寝具ですね。マットレスと考え方は一緒ですね。なぜなら、このヨガマットに立っ
ってる時間がやっぱり長いからっていうことと、もう毎日使うからっていうこと。それだけ大事なアイテムってことです。だから大事なアイテム、その自分が一番一日の中で時間を使うアイテムには妥協をしないっていうことです。他に例を挙げると、スマートフォンとかもそうだし、カメラとかもそうだし、マットレスとか、ヨガマットとか、あとネスカフェ、ゴールドブレンドを飲んでる、マグカップとかね。なんか好きなもの、自分が好きなもの、心地いいものを使う。そういうところは削らないっていうのがミニマリズムですね。昔から見ているので分かってるんですが、改めてずっと使い続けているものだけを紹介する動画やってほしいということで、レンリアさん。確かにね、これいいかもね。私がずっと使い続けているものっていうのは、でも確かにこれあって、本当に長いのはもうずっと使ってるんで、同じものばかりね。だから、この私の持ち物リストを購読している人わかると思うんですけど、変わってるのってほんの一部なんですよね。ほんの一部だけを微妙にトランジションしてるって感じなんですよ。で、それはその自分の生活とか、今ハマってることとか、やりたいことに合わせて変わっていくわけですけど、でも基本のそのずっと使ってるベーシックアイテムみたいなものは、あるので、それが一応エッセンシャルってことでね、その概要欄の自分のそのメンバーシップの持ち物リストの一番上にある、並んでるやつに、それがなるとは思うんですけど、それ以外にも確かにあるにはあるんで、ちょっと機会見て、作ってみようかなと思います。ほやさん、最高の動画です。徳丸さんのこだわりの詰まったものたちはどれも素晴らしいですねと。サーマレスのヨガマットを大和道の UL パッドなどのスリーピングマットへの代替は難しいでしょうか。難しい。これはだから。だからヨガマットとスリーピングマットで全然違うから。寝れないことはないよ。確かに。ヨガマットをパッドにして、スリーピングパッドにして寝れないことはないですけど。ヨガやってる人は多分わかると思いますよ。ヨガやってる人は、普通のスリーピングパッドでヨガってできない。特にアシュタンガは。簡単なヨガはできるんですよ。ヨガっぽいポーズとか、イージーバージョンは全然やれるんですけど、山の上ではそれでもいいかもしれないけど、私は実践者なんで、普通に毎日アシュタンガをやってる人なので、だからそういう状況っていう時には無理ってことです。例えばテニスやってる人に対して、テニスのラケットじゃなくてクリケットのラケットとかでいいんじゃないですかとか、卓球のラケット代わりに使ってみてはどうですかって言ってるようなものなんですよね、それって。で、多分無理でしょ。テニスやってる人はそれ無理って言うでしょ。なんかそんな感じです。これ面白かったのが、これさきかさんがさ、実は時丸さんの2023、24年と全ての持ち物パッキング動画の画像、過去テロップ入りをスクショして、専用プリンターでステッカーにしたものを手帳に入れて持ち歩いていました。マニアックすぎるね。定期的に見て自分の持ち物を振り返り、過剰に増やさないように心がけています。このシリーズいつ見ても楽しくて好きですってことで。いや、マニアックだね、これね。いや、もう僕としてはありがたいことですけど、だいぶ時回リストですよ、これは。画像スクショして、プリントして、でしかもステッカーにしてる。で、手帳に入れて持ち歩いてる。マニアックだ、これは。でもね、気持ちはわかる。気持ちはわかる。僕も、動画でしか喋ってないような、ミニマリストの人たちの、情報を全部メモして、で、それをリスト化して、じゃあどういうものが何個あるのかっていうのを、本人が言っていなくても全部自分で数えたりして、で、やったりしてますから。で、それを、他のミニマリストの人たちと分析って参照させながら、どういうものを持っていて、じゃあこの人はこういうライフスタイルだからこれを持っていないんだってことを分析したりとか、で、全ミニマリストっていうかね、5人とか6人とかサンプルを作って、全員のミニマリストたちに共通して持っているものは何かとか、じゃあ共通して持ってないものは何かとか、そういうのをね、いろいろ分析したりしているんで、だから結構気持ちはわかります。ステッカーにして持ち歩くっていうのは。嬉しい限りです。私としては。はじめまして。最近、時丸さんを知りハマってしまいました。時丸コアへの加入も考えているのですが、加入するとノートの鍵マークがついた記事も読めるようになるのでしょうか。それとも、時丸コアの加入とは別に2480円の購入が必要なのでしょうか。ちなみに何度も読み返したいですということで、はるさんね。これ多分説明には書いてたと思うんですけど、ノートはノートです。で、ノートの記事はもう今まで書いてきたもので、そこでもう途中で終わってます。で、途中から、ノートの記事から、コアっていうメンバーシップに、自分のメンバーシップに切り替えてるので、
なんて言うんだろう。ノートにある記事っていうのはコアにはほとんどないです。だからまあ別物と考えた方がいいですね。はい。で、最新の持ち物リストはもうコアの方でやってるし、なのでそちらを購入していただければ、購読していただければ、最新のコアでの記事は毎週読むことができる。で、ノートはもう更新は終了していて、完全にアーカイブ販売っていう感じで、僕がこれまで過去、7年ぐらいかな。過去7年ぐらいにわたって書いてきた記事を全部読めるっていう風な、なんかそういうアーカイブのものになってるので、なので別物ですね。メンバーシップだからもう一つしかないんで、もうコアだけなんで、ときまるコアを購読していただくのが一番いいかなと思います。ちょっとややこしくて申し訳ないんだけど、ノートはね、もうしばらくしたらもう消すと思います、全部。なんで、もうコアだけになるんで、もうちょっとシンプルになるかなとは思いますね。Enlighten Equipment のキルトの動画ですね。開封動画です。自分は30度を買ったんですが、寒すぎて今年は20度に買い替えようと思ってますってことで、マサルさん、ユウさんかな。そう、寒いよね。特にキルトだからってのはあると思いますけど、やっぱ30でも、僕は40使ってたから、ほぼほぼもう夏山ぐらいしか難しかったんですけど、やっぱね、40、30で、寒いっすね。で、ちょっとまだ試せてないんですけど、多分20度になると、ようやく、3シーズン日本だったら対応できるかなって感じですね、自分にとっては。やっぱりその表示温度っていうのは当てにならなくて、だいたい5度対応って書いてても、5度って難しいんですよね。実際。どんなシュラフとかキルトでも。でもちろんそのむちゃくちゃ寒さに耐性があってとか、で結構防寒、他の服をちゃんと着て中に入るとか、いろいろ工夫をすればいけるし、あとテントによっても結構寒さ変わってくるんで、だからそこによってもね、だからいろんな条件が噛み合ってるんで、メーカーが出してるその5度まで快適温度ですっていうのは、あまり信用しない方がいいですね。これは自分がこれまでテントワークをやってきて、実感していることで、だいたい感覚的には、プラス5度から10度ぐらい見といた方がいいかなっていうのが自分の感覚です。で、昔友達から、他のシュラフ借りて寝たこともあるんですけど、やっぱり、だから5度だったら、もうプラス10度しちゃって15度。15度の気温だったら、そのシュラフで寝られるみたいな。だからマイナス6度だったら、プラス10足して、6度までいけるとかね。なんかそんな感じです。これは本当に寒さっていうのは人によって本当に得意不得意があるし、感覚が違うんでね。試しながらね、自分に合うものをね、選んでいただいた方がいいかなと思いますね。私はハンモックギアのキルトですが、同じスペックのものを使っています。またハイキング動画作っていただけたら嬉しいですってことで。はい、ありがとうございます、H さん。はい、またね、作りますよ。ハイキング動画多分。近々。ちょっとね、タイミング見計らってますけど。はい、ということで、ちょっとね、今日は短かったかもしれないですけど、これくらいにしたいと思います。私はちょっとしばらく自分のチューニングを東京に合わせるのが時間がかかるかなと思ってますね。2、3日で慣れるんでしょうけど、ちょっといろいろ自分のルーティーンを戻していったりとか、そういうのに結構時間がかかるんで、そこをね、しっかりやっていきたいと思ってます。皆さんも水曜日まだまだ週の半ばですが、今日も良い一日をお過ごしください。暑いので水分補給は十分しながら脱水とかに気をつけて、熱中症に気をつけて、また次の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。